食べ物まるっと研究所です。今回は椎茸の体への影響についてお話しします。椎茸にはあまり知られていない驚くべき健康効果が10個あります。ただ食べ過ぎることによるデメリットも3つあるので注意が必要です。そこで今日は論文や専門機関の研究をもとにして椎茸で得られる健康効果、食べ過ぎることによるデメリット、1日の摂取目安量を看護師の視点で解説します。それでは、椎茸の健康効果からいってみましょう。椎茸の健康効果一つ目は、がんの予防です。椎茸には、がんを予防する成分が豊富に含まれています。一つ目は、食物繊維の一種であるベータグルカンです。椎茸に含まれるベータグルカンは、免疫作用を高める効果を持つとともに、がん細胞の成長を抑制する働きを持ちます。中国南師範大学の研究でも、椎茸のベータグルカンは強力な抗がん作用を持っている。乳がん細胞の増殖を阻害して、がん細胞の自然死を促進した。椎茸は乳がんの有望な治療戦略となる可能性があると結論付けています。がんを予防する成分2つ目は、椎茸に含まれる多糖類です。中国鄭州大学のマウスの研究でも、椎茸由来の多糖類、MPSSS は結腸直腸がんが他の部位へ転移するのを防いだ。MPSSS は腫瘍の成長と転移を抑制する可能性があり、結腸直腸がんの治療に役立つと結論付けています。がんを予防する成分3つ目はビタミン C などの抗酸化物質です。椎茸に含まれる抗酸化物質は体内に過剰に発生した活性酸素を除去することで、がん細胞の発生、増殖を防ぎます。椎茸の健康効果2つ目は高血圧予防です。椎茸には血圧を下げるカリウムが含まれていて、血圧の上昇を抑えて高血圧を予防します。また他にも椎茸に含まれるフェリタデニンは血液内のコレステロール値を下げる働きがあります。コレステロール値が下がることで血液の流れが良くなり、血圧を下げてくれるというわけですね。国立栄養研究所の研究でも、高血圧のラットに椎茸抽出物を与えると平均血圧が優位に低くなったと結果が出ています。椎茸の健康効果3つ目は血糖値の急上昇を防ぐです。椎茸に含まれる食物繊維は糖質の吸収を遅らせる働きを持っているので、食後の血糖値の急上昇を防いでくれる効果があります。ブラジルソロカバ大学のラットの研究でも、椎茸を与えると血糖値が下がったと結果が出ています。また他にも椎茸に含まれる多糖類 LEP を他の食べ物と一緒に摂ると血糖値の上昇を抑えてくれます。オーストラリアロイヤルメルボルン工科大学の論文でも椎茸の多糖類 LEP がでんぷん質の食品に組み込まれた場合、食後血糖値を制御すると結論付けています。高い血糖値が長期間続くと目の網膜や腎臓、血管に負担がかかって様々な疾患の原因になってしまうので、椎茸を食べることでこれらの疾患のリスクを下げることができるのは嬉しいですね。椎茸の健康効果4つ目は血栓症の予防です。椎茸には脳梗塞や心筋梗塞の原因にもなる血栓症を予防する効果があります。城西大学の論文でも椎茸の禁止の抽出物は比較的強い抗血栓作用を有すると発表しています。また他にも、韓国クァンジュ大学校の論文では、椎茸から生成した酵素は血栓に対する分解効果を示した。この酵素が新たな血栓誘拐、抗血栓薬として応用できる可能性があると結論付けています。椎茸の健康効果5つ目は肥満の予防です。椎茸に含まれるグルタミン酸は脂肪の蓄積を抑制する効果があります。オーストラリアウロンゴン大学の論文でも高容量の椎茸食を与えたラットは体重増加、総脂肪量、内臓脂肪量が優位に低かった。椎茸は肥満を予防する機能性食品として利用できる可能性があると結論付けています。他にも椎茸は食物繊維が豊富で満腹感を得やすいことや、糖質や脂質の代謝をサポートするビタミン B 群が含まれていることも肥満の予防に役立ちますね。
椎茸の健康効果6つ目は整腸作用です。椎茸には水溶性、不溶性、両方の食物繊維が含まれていて、そのうち水溶性食物繊維は腸内の水分を取り込み、便を柔らかくする効果と善玉菌を増やして腸内環境を整える効果があります。もう一方の不溶性食物繊維は水に溶けにくい食物繊維で、腸内で水分を吸収して大きく膨らんで、腸の蠕動運動を促す働きがあるので、便秘改善効果が期待できます。中国上海農業科学院の論文でも、椎茸などキノコの不溶性食物繊維は強い吸収力と体積を増やす能力があるため、腸の蠕動運動を促進して、便の量、排便回数を増やして便秘を回避する。それによって胃腸疾患の予防と治療に役立つと結論付けています。椎茸の健康効果7つ目は免疫力アップです。椎茸には免疫力を高める成分が豊富に含まれています。1つ目は食物繊維です。椎茸の食物繊維は免疫細胞の約7割が存在する腸内環境を整えることで免疫機能が正常に作用するようになります。中国上海農業科学院の論文でも、キノコの食物繊維は腸内微生物の増殖を促進して免疫応答を刺激し、免疫機能を調節できると結論付けています。免疫力を高める成分2つ目はベータグルカンです。椎茸に含まれる食物繊維の一種であるベータグルカンは、免疫細胞を活性化することで免疫力を高めます。免疫力を高める成分3つ目は、ビタミン B1 や B2 などのビタミン B 群です。椎茸に含まれるビタミン B 群は、免疫細胞の維持や免疫細胞を活性化させる働き、皮膚、粘膜を強くすることで免疫力を高めてくれます。免疫力を高める成分4つ目はビタミン D です。椎茸に含まれるビタミン D は、体内に侵入したウイルスや細菌への攻撃をサポートしますが、攻撃しすぎないように免疫を調節する働きも持ちます。アメリカ・フロリダ大学の研究でも、健康な男女52人が椎茸を4週間摂取すると、ガンマデルタ T 細胞とナチュラルキラー細胞などの免疫細胞が増殖、活性化される。また、細菌やウイルスなどの破壊を助けるタンパク質が増加することで、免疫力が向上したと結果が出ています。椎茸の健康効果8つ目は虫歯予防です。椎茸は抗菌作用と抗真菌作用があるので、虫歯を予防する効果があります。また、椎茸には微生物が集合して付着する口腔バイオフィルムを減少させたり、歯周病の原因になる細菌が口の中に付着するのを防いで歯の健康を守ります。インドカリンガ歯科研究所の論文でも、椎茸抽出物は強力な抗菌作用と抗真菌作用があり、虫歯予防、口腔バイオフィルム形成の減少、歯肉炎を抑える効果があると結論付けています。ただ、椎茸だけで虫歯が完全に予防できるわけではないので、しっかり歯磨きなどのオーラルケアをしていくことが大切ですね。椎茸の健康効果9つ目はアンチエイジングです。椎茸に含まれるベータグルカンは免疫力を高めたり、腸内環境を改善することでアンチエイジング効果が期待できます。中国河南理工大学の研究でも、高齢のマウスに椎茸のベータグルカンを与えると免疫反応が回復した。また、加齢によって変化した腸内細菌を部分的に戻すことができる。免疫力の強化と腸の健康の改善によってマウスを若返らせると結論付けています。また他にも、椎茸に含まれるビタミン D やビタミン B 群は、皮膚の生まれ変わりであるターンオーバーを正常化して、肌を健康的に保つ働きを持つので、若々しい見た目を保つことができます。さらに、椎茸に含まれるアミノ酸の一種であるエリゴチオネインは抗酸化作用を持ちます。体内の過剰な活性酸素を除去して、細胞や組織へのダメージを防ぐことでアンチエイジング効果が期待できるというわけですね。椎茸の健康効果10個目は骨粗鬆症予防です。ビタミン D はカルシウムの吸収を助けることで歯や骨を強くする効果があります。
椎茸にはそんなビタミン D の元になるエルゴステロールが含まれていて、骨粗鬆症の予防効果があります。エルゴステロールは日光に当たることでビタミン D に変化するので、椎茸を食べる前に日光に当てるのがおすすめです。韓国忠北国立大学の研究でも、紫外線にさらされた椎茸には強化されたビタミン D が含まれている。紫外線にさらされた椎茸を与えたマウスでは、大腿骨密度と腓骨の厚さが優位に高かったと結果が出ています。このように椎茸には様々な健康効果がありますが、食べ過ぎには注意が必要です。そんな椎茸を食べ過ぎた場合のデメリットをお話しします。椎茸を食べ過ぎるデメリット一つ目は便秘、下痢です。椎茸には食物繊維が多く含まれているので、便秘解消や腸内環境を整える効果があります。ただ、食べ過ぎると逆に便が硬くなってしまったり、下痢を引き起こすことがあります。特に食物繊維でお腹の調子を崩しやすい人は注意が必要です。椎茸を食べ過ぎるデメリット2つ目は痛風のリスクです。プリン体は主に肝臓で分解されて尿酸となりますが、摂りすぎると排出が間に合わずに体内に溜め込まれてしまいます。それが結晶になって激しい関節炎を伴うのが痛風です。椎茸には痛風の原因となるプリン体が含まれていて、特に干し椎茸には多くのプリン体が含まれているので、食べ過ぎには注意が必要です。椎茸を食べ過ぎるデメリット3つ目はアレルギーの可能性です。椎茸を食べて口の中がイガイガしたり、体にかゆみを生じたりする場合は、アレルギーの可能性があります。特に加熱が不十分だとアレルギーを起こしやすいので、椎茸を食べるときには、しっかり加熱することが大切です。このように、どんなに体にいい食材でも食べ過ぎると様々なデメリットがあります。それでは、椎茸の適正量はどのくらいなのか。椎茸の摂取目安量は特に決められていませんが、アメリカ・フロリダ大学の研究では、成人男女が毎日 5g または 10g の椎茸を4週間摂取することで、免疫力が向上したと結果が出ています。椎茸の可食部は小さいもので1個 10g 程度なので、1日1個小さめの椎茸を食べると免疫力が高まるという計算になりますね。また、プリン体の量でも考えてみます。高尿酸血症痛風の治療ガイドラインでは、1日 400mg を目安にしたプリン体の摂取制限が示されています。椎茸 100g あたりのプリン体の量は、生椎茸 21mg、干し椎茸 380mg となるので、これを考えると、干し椎茸は 100g を超えないように摂取する必要があります。また、プリン体は他の食品にも含まれているので、1日の食事全体のプリン体の量も考えることが大切ですね。次に美味しい椎茸の選び方です。椎茸は肉厚で、傘が開ききっていなくて、縁に丸みのあるものを選びます。裏返してひだがはっきりしていて、色が白いものが新鮮です。ひだの色が黄色かったり、茶色っぽいものは収穫して時間が経っている証拠です。干し椎茸の場合は、傘の部分にツヤがあり、シワが少ないものがいいですね。傘の裏は綺麗なきつね入れをしたものがいいです。旨味がぎゅっと詰まっています。次に食べ方のポイントをお話しします。食べ方のポイント一つ目は、天日干しでビタミン D と旨味がアップです。椎茸は食べる前に天日干しをすることでビタミン D が増えるので、30分以上日光に当ててから食べるのがおすすめです。ビタミン D が増えることで骨粗鬆症予防、免疫力アップなど様々な効果が期待できますね。食べ方のポイント2つ目は洗わないです。椎茸は調理前に洗うのかどうか迷うところですよね。スーパーなどで商品として売られている椎茸は洗わないで使用できます。椎茸を水洗いしてしまうと風味や香りが落ちてしまうんですね。もし洗いたい場合は長時間水に触れないようにさっと洗います。また濡れたキッチンペーパーで表面を拭う程度でも大丈夫です。食べ方のポイント3つ目は冷凍保存も可能です。椎茸を買ったけど食べきれないときは、
椎茸の傘と軸に分けて冷凍するのがおすすめです。軸は一番香りが強く美味しい部分なので、捨ててしまうのはもったいないです。ラップに包んでから保存袋に入れると美味しさを保つことができます。傘はそのまま保存袋に入れて大丈夫です。椎茸を調理するときは、解凍してしまうと水分とともに旨味が流れ出てしまうので、冷凍状態のまま調理するといいですね。食べ方のポイント4つ目は、干し椎茸の方が旨味が強いです。そのまま焼いたり炒めるときは生椎茸、出汁を取ったり煮物を作るときは干し椎茸というように、椎茸を使い分けている人も多いですよね。干し椎茸は生椎茸よりビタミン D や旨味成分が豊富に含まれています。しかも旨味成分は冷水で戻すとさらに増えます。なので干し椎茸を戻したときは、椎茸だけでなく戻し汁も有効に使っていきたいですね。次に椎茸と相性のいい食材をお話しします。椎茸と相性のいい食材一つ目はカルシウムを含む食品です。椎茸に含まれるビタミン D はカルシウムが骨に沈着するのをサポートしてくれます。なのでカルシウムを含む食品と一緒に食べることで骨粗鬆症の予防に最適です。歯の健康にもつながりますね。チーズを乗せて焼いたり、大豆と一緒に煮物にするのもおすすめです。椎茸と相性のいい食材二つ目は鶏肉です。椎茸にはグルタミン酸やグアニル酸といった旨味成分が含まれています。鶏肉にもイノシン酸という旨味成分が含まれているので、合わせることでより旨味がアップして美味しく食べることができます。一緒に炒めたり煮たりと料理のバリエーションも豊富です。椎茸と相性のいい食材3つ目はニンニクです。ニンニクにはアリシンという辛味成分が含まれています。この辛味成分は椎茸のビタミン B1 の吸収率を高めてくれるので、疲労回復効果が期待できます。また椎茸に含まれるビタミン D は脂溶性なので油と一緒に摂ることで効率よく吸収できます。油でニンニクと椎茸を炒めたり、アヒージョにするのもおすすめです。今回は椎茸の健康効果など体に与える影響についてお話ししました。何事も適切な量の摂取とバランスが大切です。美味しい椎茸を適切な量食べて健康な体を作っていきたいですね。また特定の疾患がある方は医師の指示のもと摂取するようにしてください。あなたが健康な毎日を送れるよう願っています。この動画がためになったら高評価していただけたら嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。